偽物に何度も罠にはめられ、私は実の両親に家を追い出された。そして、都会の冷たい路地で餓死した。あの世で、審判官は私の記録を審査していた。彼は私の生前の記録を見て眉を潜めた。何度も罠にはめられた。なぜ自分を弁護しなかった？しましたよ。私は涙をこらえながら言った。本当のことを話しました。でも、誰も信じてくれなかったんです。審判官は書類にサインをした。誰も信じないなら、彼女自身に真実を語らせてやろう。もう一度チャンスをやる。幸運を祈る。めまいがして気がつくと私は戻っていた。実の両親がようやく私を家に連れ帰ったあの日に。ただ今回はライバルに真実システムがインストールされていた。私の代わりに育てられた女の子、ジェシカ。彼女は私がドアをくぐるのを見て、甘い笑みを浮かべ、こう言いかけた。お姉さん、お会いできるのを楽しみにしていました。しかし、彼女の舌はねじれ、実際に口から出た言葉はこうだった。くそ、本当にこのゴミを連れてきやがった。ママとパパに、こいつを道端に放り出す方法を考えなきゃ。ジェシカは慌てて口を押さえた。部屋中が静まり返った。全員の目が彼女に集中した。よかったね、ジェシカ。私は笑みをこらえながら思った。さあ、どうやってこの状況を切り抜けるか見せてごらん。1、私の両親、リチャードとマーサ・バンスは、彼女を信じられないという目つきで見つめた。ジェシカ。どうしたの？あなた、汚い言葉なんて絶対に使わなかったのに。私たちはバンス家の令嬢、上流階級の淑女になるように育ててきたのに。どうして船乗りのような汚い言葉を使うの？私の胸が締め付けられた。彼女の言葉の要点は、両親を操って私を見捨てさせようとしていることだ。それなのに、彼らはその悪意を完全に無視した。彼女が私を追い出したいと思っていることも、私をゴミ呼ばわりしていることも気にかけていない。彼らが気にかけたのは、自分たちが丹精込めて育て上げた完璧な娘が、礼儀作法でミスをしたということだけだった。前世のことを思い返し、彼らがあれほど簡単に彼女の嘘に乗せられたことを思い出して私はあることに気づいた。彼らは盲目だっただけじゃない。彼らはただ私のことをどうでもよかったんだ。ジェシカは素早く方向転換し、最も板踊りじしい傷ついた小鹿のような表情を作った。私どうしたかわからないの。さっき口が勝手に動いちゃって。あれは私の本心じゃないの。パパ、ママ、言うべきかわからないけど、エララが入ってきた瞬間、何か暗く重いエネルギーを感じたの。両親は私の方を見て、彼らの視線は瞬く間に嫌悪感に変わった。エララ、あの田舎町でどんな黒魔術を学んできたんだ？よくも姉妹に使えるな。いいか、聞け。今、お前はバンス家の人間だ。我が家のルールに従え。あんな下品なものは捨てろ。お前をずれ戻したのは、我々に栄光をもたらしてくれると期待してじゃない。せめて、恥をかかせないでくれればそれでいい。実の兄、タイラーは、感慨深げに顎に手を当てた。ジェシカはエララが到着した途端おかしくなった。彼女が何か汚れたものを持ち込んだに違いない。浄化が必要だ。同じ屋根の下で眠るのは不安でたまらない。私は必死に首を振った。何も持ち込んでいない。ジェシカがたまたま本心を漏らしただけだ。彼らは私を無視した。リチャードはすぐに霊的指導者と名乗るトーマス兄弟という男に電話をかけた。トーマスは典型的なペテン師で、誰の味方をするのがえかよくわかっていた。彼はジェシカとかすかな目配せを交わすと、厳粛な表情を浮かべた。
エララ様は確かに暗いものをつけられております。この悪霊は祈りだけでは取り除けません。物理的な追い出しが必要です。悪霊がジェシカ様を標的にしておられる以上、彼女がその器具を使わねばなりません。ジェシカ様がエララ様を角弁で81回打ち、悪霊を追い出す必要があります。一瞬の躊躇もなく、両親は使用人に私を縛り上げるよう命じた。ジェシカは鞭を手に取った。彼女の目には毒のような喜びがきらめいていた。ごめんね、エララ。あなたのためを思ってやってるだけだよ。彼女はくすくすと笑い、勝利を収めたようなその声とともに腕を振りかぶって打ち下ろした。しかし、鞭が振り下ろされたとき、再び彼女の口が裏切った。ほら見ろよ。ママもパパもいつだって私の味方だ。お前が呪われてるって言えば、僕を殴らせてくれる。この家じゃ、お前は私の犬同然だ。これを聞いて、両親はただ顔をしかめた。ジェシカ、もっと強く打て。悪霊を彼女から叩き出せ。ジェシカは全身の力で打った。皮が私の服を切り裂き、皮膚に食い込んだ。ついに81回の鞭打ちが終わると、彼らは私の縄を解いた。私は床に崩れ落ち、痛みで動けなかった。両親は使用人に私を2階に連れて行くよう言ったが、トーマス兄弟が手を挙げて止めた。待て。エララ様は広くて快適な部屋には泊まるべきじゃない。闇の者は安楽を好み戻ってくる。狭くて暗い場所が一番だ。両親は一瞬考えた。1階の物置は狭くて窓もない。でもベッドは入らない。トーマスは重々しくうなずいた。それが完璧です。エララ様が少し苦しめば悪霊は戻りたがりません。2、私はジメジメした薄暗い物置に放り込まれた。私は隅っこに丸まり、体は苦痛に震え、絶望が喉を締め付けた。真実システムがあれば、今世はもっと楽になると思っていた。前の人生よりもさらにひどいスタートになるとは思わなかった。ドアがきしんで開いた。ジェシカが入ってきて、私をゴキブリを見るような目つきで見下ろした。何か仕組んだんだろ？私に本当のことを言わせたりして。お前って本当に単純だな、エララ。私が口に出して言ったところで、それがどうした？ママもパパもいつだって私を選ぶんだから。血のつながりがあるからって何なの？お前はただの田舎の負け犬だよ。私に勝てると思ってるの？いい加減諦めて、お前の出てきた土に帰った方が身のためだよ。廊下から足音が近づいてきた。ジェシカの顔色は一瞬にして恐怖に変わった。お姉さん、何してるの？やめて、私を傷つけないで。彼女は棚からペーパーナイフをつかむと、自分の腕に思い切り突き刺した。彼女の悲鳴を聞きつけ、両親が押し入り、私を押しのけて彼女を抱きしめた。エララ。ジェシカに何をしたんだ？私は冷たく彼らを見た。私は何もしていません。ただ彼女の一人芝居を見ていただけです。ジェシカが自分で自分を刺したとでも言うのか？頭がおかしいんじゃないか？ジェシカは弱踊りじしく息を切らしながら、マーサにも垂れかかった。私ただ彼女に聞いただけ一人で寝るのが怖くないか、一緒に寝ようかって。そしたら彼女が私を刺したの。リチャードとタイラーは純粋な憎悪を込めて私を睨んだ。エララ、どうしてそんなに残酷なんだ？バンスケの血筋にどうしてこれほど非情な人間が生まれたんだ？父は私を殴ろうと手を挙げた。しかし、その時、再びジェシカの声が響いた。私はこのクソ女を挑発しに来て、お前にここに居場所はないって言い、それから自分を刺してお前の罪にしたんだ。彼女は慌てて口を押さえた。父の手は空中で止まった。
部屋は水を打ったように静まり返った。私は両親を見た。聞こえましたか？それが真実です。タイラーが嘲笑い、沈黙を破った。明らかに浄化が不十分だったな。悪霊がまだ彼女にわけのわからないことを言わせて、ジェシカを陥れようとしてる。両親は反論しなかった。彼らはタイラーにジェシカを連れて行き、包帯を任せるよう言った。彼らは私を冷たい無関心な目で一別し、去ろうとした。なぜ？私は彼らの背中に向かって質問を投げかけた。彼女が真実を語っていると分かっている。彼女が仕組んだと分かっている。なぜそれでも彼女の味方をするの？マーサは振り返り、嘲笑を口元に浮かべた。エララ、愛は時間をかけて気づくものよ。DNA だけで突然現れるわけじゃない。十数年の間、ジェシカは私たちの娘だった。私たちはすべてを彼女に注いできた。感情を抜きにしても見てごらん。彼女の優雅さ、話し方、教養。それがバンスうちの娘の姿だ。あなた？田舎者の娘だよ。比較にならない。娘は公の場では家の顔を表す。あなた自身をよく見てごらん。とても人前には出せない。それなら、なぜ最初から私をずれ戻したの？ずれ戻したかったとでも？警察がお前を発見したことで大騒ぎになったんだ。実の娘を外に放っておけば、メディアに叩き壊されるところだった。バンスケはお前を餓死させたりはしない。だが、ジェシカの代わりになれるなんて決して思うなよ。彼らは去っていった。その瞬間、私の心はついに完全に凍りついた。審判官がジェシカについて教えてくれた秘密を思い出した。私は笑みを浮かべた。もう彼らの安っぽい愛情はいらない。彼らに真実を知らしめてやる。それから彼らが大切にしているものをすべて失わせてやる。3. 私はブライアン・パウエルを訪ねた。バンスケとパウエル家は以前からブライアンとジェシカの結婚を決めていた。ブライアンはこの縁談を嫌っていたが、一族の命令に逆らえなかった。私が連れ戻されたとき、私の顔はニュースに大きく取り上げられた。ブライアンはすぐに私だと気づいた。彼は退屈そうに無関心な目で私を見た。なんだ？バンスケは花嫁を交換するつもりか？私は首を振った。取引を持ち込みに来ました。ブライアンは肩眉を上げた。どんな取引だ？あなたがうちの家に結婚したくないのは知っています。ただのビジネス上の圧力ですよね。もしバンスエンタープライズが突然倒産したら、ご両親も結婚を無理強いしなくなるでしょ？彼らの株価を暴落させる方法があります。ブライアンは姿勢を正した。彼は鋭く皮肉っぽい笑い声を上げた。迷える子羊が血は水よりも濃くないと悟ったようだな。どうです？取引成立ですか、パウエル様？君の家が潰れれば、君も道連れだ。すべてを失う覚悟はあるのか？言ったでしょう。これは取引です。私があなたを手伝ってバンス家を滅ぼす。見返りに、あなたは私に現金1000万ドルをください。それから、銀行がバンス家の邸宅を競売にかけたら、買い取って私の名義にしてください。それだけか？それだけです。1000万ドルは一生安泰に暮らすのに十分だ。別荘については前世では彼らは私をそこから追い出して死なせた。今世は私が彼らを追い出す番だ。ブライアンはゆっくりとうなずいた。バンスエンタープライズを倒産させるのは小さな仕事じゃない。君に必要なものは？まず、お金。今すぐ。後で支払わないなんて、あなたを信用していませんから。
ブライアンは口座番号の書かれた紙切れを受け取り、秘書に手渡した。5分後、資金が振り込まれた。私は笑った。私が詐欺師だとは思わなかった？たかが1000万だ。かけてみる価値はある。それに、この町でブライアン・パウエルを騙すほどのバカはいない。次は？来週、パウエル家がグランドガラを開催します。プログラムに一つセグメントを追加してほしいんです。私が説明し終えると、ブライアンは不思議そうな目で私を見た。それだけか？私はうなずいた。ただ座ってショーを見ていてください。バンス帝国がリアルタイムで崩壊するのを目の当たりにすることになりますから。1週間後、街で最も格式高いイベントであるグランドガラの日がやってきた。招待状が家に届くと、ジェシカはスケジュールに新たな項目が追加されていることに気づいた。すべての御曹司令状型には、ご自分の育ちに関わる個人的なエピソードをステージ上でお話しいただきます。ジェシカは歓声を上げた。これって絶対ブライアンのアイディアだわ。私のことをもっと知りたいけど、直接聞くのは恥ずかしいから、イベントごと作っちゃったんだ。すっごくロマンチック。まるで君を抱きしめるために世界中を抱きしめたって感じ。完璧なスピーチを書かなきゃ。彼女はちらりと私の方を見て目を細めた。ママ、パパエララも話さなきゃいけないの？田舎娘が一体何を話すのかすごく気になる。豚の糞を書く話？そればっかりやってたんでしょ、姉さん？ 4. 両親は隠さず嫌悪感を込めて私を見た。上流階級のガラだ。彼女に一体何を語れというのだ。聞いてるだけで吐き気がする。エララ、よく聞け。皆、お前が戻ってきたことは知っている。だから連れて行かねばならない。だが、口は閉じていろ。もっと笑え、話すな。教養のなさを見せるな。我々は恥をかかせるわけにはいかない。それに、この前ブライアンに会いに行ったとか聞いたが？実の娘だからって、ジェシカの婚約者を奪えると思っているのか？鏡でも見てみろ。ブライアンは脳に障害でもない限り、お前には10フィート離れてても触りたくもないだろう。これからは私たちの許可なしに誰にも会うな。我々に恥をかかせるのはやめろ。ジェシカは輝くような笑顔で私の屈辱を味わっていた。スピーチが気に入ってくるね。心配しないで、パパ、ママ。バンスケの名を輝かせるから。彼女が跳ねるように去っていくのを見て、私は冷たい笑みを浮かべた。そう、ジェシカ。そのスピーチを準備しな。完璧に。一言一言磨き上げて。時間の無駄だけどね。だって、口を開いたとき、その紙に書かれた言葉は一言も出てこないんだから。ママ、パパ真実を知った時のあなたたちの顔が楽しみでしょうがない。ガラの夜がやってきた。パウエル家の大舞踏場はシャンデリアとデザイナードレスで埋め尽くされていた。ジェシカはタイラーと腕を組んで歩き、後ろで両親が誇らしげに微笑んでいた。私は望まれていない影のように後ろをついていった。人々は私が戻ってきた娘だと気づき見に来た。マーサは私のドレスの布地をつまんで乱暴に前に引っ張り出した。まあ、彼女は田舎娘ですから。世間知らずで。ぎこちなくてもお許しを。食べさせ、着させ、教えようとしていますが、彼女はどうしようもなく田舎臭いんです。客たちは形式的で空虚なお世辞を言った。少なくとも家には戻ってきたんですから。無理強いしないで。それにジェシカさんという素晴らしい娘さんがもう一人いるじゃないですか。近くではジェシカがブライアンにウインクを送っていた。ブライアン、私が後でスピーチするとき、ちゃんと聞いててよね。イベントが始まった。
御曹司や令嬢たちが次々にステージに上がっていく。やがて、ジェシカの番が来た。彼女は優雅にマイクの前に歩み寄り、乱れた髪を耳にかけ、スピーチカードを手に持った。皆さん、こんばんは。ジェシカ・バンスです。ご存知の方も多いかと思いますが、私は素晴らしい両親に育てていただいた孤児です。彼らは私に最高の。彼女は言葉を最後まで終えなかった。彼女の舌は激しくねじれた。そして爆弾発言が飛び出した。